皆さん、こんにちは。綾野ズラーニングハブの綾野です。この前、幼馴染と電話をしました。幼馴染というのは、小さい頃からの友達のことです。久しぶりだったので、長い時間話しましたね。会話が弾んで、あっという間に1時間経っていました。会話が弾むというのは、楽しくて会話が続くという意味です。最近あった楽しいことだけじゃなくて、最近あった嫌なことも話しました。何でも話せる親友でもあります。今、友達という言葉だけで2つ出てきました。幼馴染と親友という言葉です。日本語には友達という意味の言葉がたくさんあります。フォロワーさんからも友達と仲間の違いは何ですかと聞かれたことがあります。そこで今回はいろんな種類の友達という言葉を紹介します。それとその使い方も紹介したいなと思っています。最後までぜひ聞いてください。親のズラーニングハブ。まず最初に友達という言葉です。これが一番一般的ですね。皆さんも聞いたことがあると思います。友達はいろんな場面で使うことができます。例えば、友達のマークです。とか、今度友達とランチに行きます。とか、こういう風に使いますね。ここでクイズです。友達というのを丁寧に言いたいとき、何と言うでしょうか？答えは友人です。友人というのは友達の丁寧な言い方です。ですので、目上の人や初対面の人と話すときは、友人と言った方がベターです。例えば、今週末、友人と食事に行きます。こういう風にフォーマルな言い方に変えるといいですね。次は、質問にもあった仲間と友達の違いです。意味の違いと使い方の違いを紹介しますね。マークは友達ですと、マークは仲間です。では、全然違います。マークは仲間ですというと、すごくアニメっぽく聞こえます。日常生活で誰々は仲間ですということはほとんどないと思います。仲間という言葉を日常生活で使うとしたら、子供が戦いごっこをしている時です。ごっこというのは何かの真似をして遊ぶことです。例えば、戦いごっこというのは、ヒーローになりきって戦う真似をして遊ぶことです。ままごとというのもあります。ままごとのママはお母さんという意味です。ママの真似をして料理をしたり、赤ちゃんのお世話をしたりして遊ぶことです。ですので、仲間だというのは子供が戦いごっこをしているとき、または鬼ごっこをしているときに聞かれると思います。それ以外ではあまり使わないですね。友達と仲間の使い方の違いを紹介します。友達というのは一人一人に対して使う言葉です。一方で仲間というのはグループに対して使う言葉です。こう覚えると簡単かなと思います。もう一個違いがあります。友達は友達という言葉一つで OK です。例えば、ひなたは私の友達です。で OK です。でも、仲間は〇〇仲間というふうに、仲間の前に名詞をつけることが一般的です。例えば、仕事仲間です。仲間の前に仕事という言葉をくっつけました。ひなたは仕事仲間です。というと、すごく自然に聞こえます。仕事を一緒に頑張っている友達ですということです。あとは、ジム仲間と言ってもいいですね。ジムに一緒に行ってワークアウトをしている友達ということです。このように日常会話の中では仲間だけでは使わないでください。仲間の前に何かをくっつけて使ってください。
次に友達という意味のスラングも紹介します。スラングですから、とってもカジュアルな言葉です。友達同士で使ってくださいね。まずは、ダチという言葉です。これはアニメでもよく使われていますね。日常生活でも使いますよ。ダチは男言葉の一つです。男の子が使っているイメージです。それと、ちょっと子供っぽい言い方かなという人もいます。同じ意味で、連れという言葉を使う人もいます。これも男言葉です。ダチよりも大人の男性が使っているイメージがあります。友達という意味ももちろんあります。でも、彼女という意味で連れを使うこともあります。今日の晩飯、連れも一緒でいいと言うと、今日の夜ご飯に友達も連れてきていいまたは彼女も連れてきていいという意味になります。次は、マブダチまたはマブという言葉です。意味は親友と同じ意味です。すごく仲がいいということですね。マブというのは真実の本物のという意味の言葉です。この言葉は江戸時代初期頃から使われている古い言葉なのだそうです。親友の方が一般的ですし、いろんなシチュエーションで使えます。でも、マブダチマブはより軽い印象ですので、カジュアルな場面で使われると思います。あとは、ずっともという言葉もあります。ずっと友達を略した言葉です。これは若い女の子が使う言葉のイメージです。小中高生ぐらいだと思います。ずっともと聞くと、プリクラをイメージします。皆さん、プリクラって知ってますか？フォトブースのようなところで写真を撮ります。その写真に絵を描いたり、メッセージを書いたりします。そのメッセージの一つに、ずっともがよくあります。今の若い子たちはどうなのかな？よく見る気はします。そして、ママ友という言葉もあります。これは文字通り、ママ同士の友達ということです。子供が学校に入るとママ友ができますね。例えば、同じ幼稚園のママ友とか、同じ小学校のママ友とか、こういうふうにママ友が増えていきます。ママ友になって仲がすごく良くなる人もいます。でも同じ学校だからママ友と言っているだけの表面上の付き合いの人もいます。今回はたくさんの言葉を紹介しました。同じ友達という意味でもいろんな言葉があるんですね。日本人はカテゴライズするのがすごく好きです。前の動画で好きな人のタイプについてお話ししました。好きな人のタイプも肉食系とか草食系などカテゴリーの名前をつけます。ちなみにその日本人が好きなタイプについて話している動画も概要欄にあります。ぜひそちらもチェックしてみてください。それでは今日はここまでです。日本語の勉強仲間の皆さん、今日もお疲れ様でした。最後まで聞いてもらえて嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。またねー。